Z9 と Z5-2 で再検証 24-120mm F4 の AF スピード。はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。なんで再検証になったかというと、9月にアップしたサバイバル対決 24-70F4 vs24-120F4 という動画で、最近ほとんど出番のないレンズニッコール Z24-70mm F4S を処分しようと思い、焦点距離の被るニッコール Z24-120mm F4S とサバイバル対決をしました。その中で遠ざかっていく電車を撮影して AF スピードをテストしたところ、 24-70mm F4 は全コマピントが来ていたのに対して、24-120F4 はピント外れのコマが出てしまい、 AF スピードに不安が残る結果となりました。原因を考えてみました。1、そもそも 24-120mm の AF 性能が 24-70mm よりも弱いのではないか。ズーム倍率が大きいレンズなので仕方がないのかなとも思いましたが、ニコンの S レンズなので他に原因があるのではないかと疑いました。2、Z5-2 との連携において AF の処理が追いつかなかった。RAW プラス JPEG で2枚の SD カードに同時記録する設定で拡張高速連写しているので、 Z5-2 との組み合わせでは処理能力に限界が来たのかもと考えました。Z5-2 で前回と同じ結果が出た場合は、ボディを Z9 に変えてテストしようと思います。3、電車が近づいてきてから遠ざかっていく途中で 3D トラッキングが切れてしまった。構図内の車体の側面だけになった時に連写を一旦止めて、電車の背面が構図に入る直前に連写を再開しているのですが、AF ボタンを押しっぱなしにして 3D トラッキングを継続した方がいいのか、一旦切ってトラッキングし直した方がぶ止まりがいいのか、このあたりも検証する必要があるかなと思いました。それでは Let's get started! ながチャンネル。いつもの京王線で電車が近づいてきてから遠ざかるまで 3D トラッキングをオンにしたまま連写します。遠ざかっていく電車の方が難易度が高いです。どういうわけか5000系、7000系、9000系は問題なくガチピンで撮れます。毎回ではありませんが、ピント外れが発生するのは8000系です。1コマずつ確認していきます。1コマ目はピントが来ています。2コマ目で AF ポイントが電車から外れています。被写体認識ができていません。かろうじて被写界深度内なのでピントは来ています。3コマ目も被写体認識ができず AF ポイントは外れています。ピントが少し甘くなっています。4コマ目はピント外れです。5コマ目もピント外れです。AF ポイントは線路脇の家の木に残っています。6コマ目で電車の背面を認識し AF ポイントが電車を捉えました。ピントが来ています。
15コマのうち3コマピントを外しています。撮影中のファインダー内でも AF ポイントが外れ、合掌を示す緑色ではなくなるのが見えました。EVF の録画を見てみましょう。8000系に限らず、銀色の車体側面では下の方にピントを合わせ続けます。電車の背面が構図内に入ってきて AF ポイントが動き出します。8000系以外ならそのまま背面を認識し続けますが、8000系だと電車の背面であることを見失う場合があります。AF ポイントは黄色になり、認識できていないことがわかります。ファインダー内では AF ポイントの枠が赤くなる場合もありました。再び背面を電車と認識して AF ポイントが移動します。表示は黄色のままですが、合掌しピントは来ています。タイムラグがあってから緑色となり、完全なトラッキングが再開します。2470mmF4 ではピント外れが起こらないので、24120F4 の AF 性能が弱いと言えるでしょう。AF ボタンを押す、離す、押し直すは関係ないようです。3D トラッキングは一旦被写体を見失うと再度認識し直す挙動をしていたからです。ある SNS では Z5-2 の被写体認識は Z9 を超えているという書き込みがあって驚きました。しかし自分は Z9 に絶対的な信頼を置いているので、 Z9 と S レンズの組み合わせならピントを外すことはないと予想しテストしました。構図内に8000系の背面が入った時からずっと認識を続けています。どのコマもきちんとピントが来ています。15コマすべてにピントが来ていました。24120mmF4 の AF 性能が多少弱くても Z9 のパワーをもってすれば 3D トラッキングは被写体を見失うことはなく、ピントを外すことはありませんでした。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。